こんにちは。今日は大きめの透かし模様のバッグを作っていきます。綺麗な花模様でとても可愛いバッグを作っていきます。大きさは約30センチぐらい。サイズの変更をする時の鎖の数もたくさん紹介するので、サイズ変更も簡単です。よかったら作ってみてください。詳細は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はシェルピンク。これは少し前のもので 50g、120メートル入っています。使用かぎ針の目安は6号。今回はこれとこれを一緒にして編んでいきます。こっちは同じくダイソーさんの糸でレース糸でミックスカラー。使用かぎ針の目安はレース針の0号から6号で、太さはこんな感じで 0.8 ミリぐらいに見えます。で、こっちの糸は綿 100% でちょっとガサガサした感じで1ミリぐらいに見えます。これで編んでいきます。で、針は6号と7号、そこだけ6号で編んでいきます。その他は7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず細長い楕円形の底を作ります。今回の鎖の数は11、17、23、29、35、41、47、53、59、65、71。作りたいバッグの大きさになるまで鎖を編んで、それをどれかに当てはめます。多少減らしたり増やしたりして、ちょうど数字に当てはまるようにします。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。針は細い方。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。このまま作りたい大きさになるまで。鎖編みを53編んできました。この長さは30センチぐらい。このサイズはお好きにします。次は底を作っていきます。この鎖の周りを細編みで一周します。一周だけなのであまり難しくありません。まず鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、これが1つ目の細編み。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編みをします。これで1つに2つ。今回楕円形の底にするので、この端の鎖に細編み3つにします。今2つ編んで1周して最後にもう1つ。次から1つに1つずつ。
次もこのまま一つに一つずつ細編みをしていきます。この端の手前まで編んでいきます。端まで編んできました。これが最後の鎖。最後の鎖には細編み3つ。まず1つ目、同じところに2つ目。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こうで、この状態で2つ目の細編み、次は3つ目。今度はこの糸端を手前に寄せます。こうすると糸端の処理が簡単なのと、結び目が横になるのできれいに出来上がります。次から一つに一つずつ、まずこの3つ入れた隣、糸端は編みくるんでいきます。次も次もこのままスタートしたところまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。マーカーをつけた細編みのところを見てみます。このマーカーのついている細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで細長い楕円形の底が出来上がりました。最初の細編みに引き抜きます。これが最初で、この引き抜いた糸にマーカーをつけます。今これが引き抜いた糸、ここは最後の細編み、引き抜いたこの引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。後でこの部分がややこしくなるのでマーカーをつけておきます。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。で、針を太い方に変えます。まず鎖4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、ここから数えます。1、2、長編み、次も長編みをして長編みは3つ、これで鎖4つと長編み3つ、次は鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み、長々編みは2回
糸を絡めます。1、2、足元2つ飛ばして3つ目、2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編み、鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、あと2つ、これで長編み3つ、これが花びらになります。次は鎖1つで細長い四角、足元は1つ飛ばして2つ目、長編み、これで細長い四角ができました。あと長編み2つ、次またこの部分、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み、2回、鎖2つ、1、2、3、長編み、次はこの部分、鎖1つ、次はこの部分、鎖2つ、長々編み、次はこの部分、これで一周します。角でも一つずつ数えて同じ模様で編んでいきます。一周編んできました。今長編み3つ編んだところ、次はこの細長い四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、次も長編み、ここは引き抜いたところにつけたマーカー、この隣が最後の細編み、最後の細編みに最後の長編み、次は最初に編んだ鎖、下から3つ目に引き抜きます。でこのマーカーをつけたところは引き抜いた糸、この次から数えます。1、2、3、3つ目に引き抜きます。上が2本の位置、下は1本、これで引き抜いて模様がつながりました。こ
ここは長編み3つ分、マーカーは必要なくなるので外しておきます。これで3つ分、こっちも3つ模様がつながりました。次は側面の2周目、鎖3つ、1、2、3、隣のこの細長い四角、鎖1つの下、ここに針を入れて長編みをします。長編み、次はこの長編み、下の長編み3つの端、長編みをします。これで鎖3つと長編み2つ。次はここに細編みをします。鎖4つをします。1、2、3、4。で、この四角の角の部分、ここに細編み。これで鎖4つと細編み。次は長々編みの上。次はこの四角の角の部分。これで細編み3つ。これが花びらになります。次またここに花びら。鎖4つ。1、2、3、4。下の長編み3つの塊。この間に長編み3つ。ここ、ここ、ここ。鎖の下。これで花の下の部分ができました。こっちにも同じように鎖4つ。1、2、3、4。細編み。鎖4つで、下の長編み3つの間、これを繰り返していきます。次も鎖4つ、細編み、これを繰り返して1周します。2周目を編んできました。今鎖4つ編んだところ、
最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに引き抜きます。これで模様がつながりました。次は3周目、鎖4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで鎖4つと長編み1つ、隣に長編み2つ、この鎖4つの下に針を入れて長編み、もう一つ、これで長編み3つ、また花びらを作ります。鎖2つ、1、2、細編みの真ん中に長々編み2回、これで花びらができました。次も鎖2つ、花びらの中、鎖の下に長編み2つ、もう一つ、3つ目はこの長編みの上、これで長編み3つ、鎖1つ、1つ飛ばして2つ目、また鎖の下、長編み2つ、鎖2つ、長々編み、鎖2つ、長編み、鎖1つ、1、2、これを繰り返していきます。で、スタートしたところまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。今長編み2つ編んだところ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次は4周目、鎖6個、1、2、3、4、
5、6で、足元1、2、3、4つ目長編み、次はこの花びら、ここに長編み2つ、1、2、これで長編み3つ、鎖1つ、また長編み3つ、1、2、3、で、ここでは次の花を作っていきます。ここに花びらを作ります。鎖2つ、1、2、下の長編み3つと3つの間、ここに長々編み、鎖2つで、これの端で、次は花びらの中長編み2つ、これで長編み3つ、鎖1つ、次も長編み、でまた花びら、鎖2つ、長々編み、でこここんな感じで繰り返していきます。ここまで戻ってきます。4周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖2つを編んでから最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜きます。ここが花びらになります。
次は細編み、鎖1つ、根元に細編み、と下の四角の隅に細編み、これで細編み2つ。次から今までと同じ鎖4つ、1、2、3、4、この長編み3つと3つの間に長編み3つ、でまた鎖4つ、細編み、さっきと同じです。鎖4つ、これで1周します。5周目の終わりまで来ました。今鎖4つ編んだところ、最初の細編みの隣、この四角の隅に細編み1つ、これで細編み3つ、最初の細編みに引き抜きます。次は6周目、鎖6個、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、下の花びら、ここに針を入れて長編み2つ、ここにも長編み、これで長編み3つ、鎖1つ、こことこことここに長編み、さっきと同じです。鎖2つ、1、2、長編み、鎖2つで花びらに長編み、これで1周してスタートしたところまで戻ってきます。6周目を編んできました。今長編み3つ編んだところ、鎖2つ、最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、引き抜きます。これで花模様が出来上がりました。次は7周目。7周目はこの花びらの中から糸を出します。糸を引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで花びらの中から糸が出ました。鎖3つ、1、2、3、鎖の下に長編み1つ、この長編みに長編み、これで鎖3つと長編み2つ、ここにまた
花を作っていきます。ここと同じ鎖2つ、1、2、長々編み、鎖2つで長編み、これは今までと同じです。でこのスタートしたところ、ここだけもう少し編んでいきます。7周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つと最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、これでつながりました。次は8周目。最初だけちょっとややこしいのでしばらくやっていきます。鎖7個、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7。次のこの長々編みの手前に細編み1つ、上、次、細編み3つ編んでいきます。1、2つ目は長々編みの上、3つ目、これで細編み3つ。ここからは今までと同じです。鎖4つでこれで1周します。8周目の終わりまで来ました。今鎖4つ編んだところ、次はここに長編み、次はここ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで長編み3つ分模様がつながりました。鎖3つ、1、2、3、花びらに長編み2つ、この鎖の下長編み2つ、鎖2つ、1、2、真ん中に長々編み、さっきと同じです。これで1周します。9周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次はこの部分を編んでいきます。この細長い四角からスタートします。ここから糸を出してスタートします。そのために裏返して四角の中に針を入れて糸を出してきます。これをかぶせるようにして引き抜きます。
これで四角から糸が出ました。元に戻します。この四角から糸が出ている状態で鎖6個、1、2、3、4、5、6で、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、この長編み3つの端、次は花びらの中、長編み2つ、鎖、花びら、これは今までと同じです。これで1周します。10周目の終わりまで来ました。最後はここに花びらを作ります。ここと同じです。鎖2つ、1、2、最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、これがこの部分、同じように編んでいきます。次は細編み、鎖1つ、根元に細編み、ここに細編み、鎖4つで、ここここここ、これで一周して、ここと同じように最後細編み1つで、全部で3つにします。その次はまたこの部分、次はここ、これを繰り返していきます。繰り返して好みの深さになるまで編んでいきます。側面を24センチ編んできました。最後は花模様の一番上になっています。ちなみに横幅は31センチ。私はこれぐらいの長さにします。お好みによって多少変えても大丈夫です。次はこれに細編みで1周します。その次にストラップを作っていきます。糸の出ているところから続けて編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次は鎖の下、鎖の下に細編み2つ、次は長編みの上、鎖の下、長編みの上、鎖の下、長々編みの上、
一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次はストラップを作っていきます。ストラップを作る位置にマーカーをつけます。まず平らに置いて、おおよその脇の位置にマーカーをつけます。反対側も数を数えて同じ数になるようにします。次に作りたい位置にマーカーをつけます。これは多少違っていてもいいんですが、私の場合はこの真ん中を15センチ、脇は8センチ、こっちもで、細編みの数を数えると15、24、15で、これは以前作ったこのバランスが私的にはちょうどいいように思うので、このサイズを参考にして決めました。こんな感じ。私は身長160センチの L サイズなので、だいたいそれぐらいの身長の方はこれぐらいで大丈夫だと思います。次は次はストラップの元になる鎖を編んでいきます。まず糸の出ているところ、この脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。で、糸の出ているところから細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み、分かりにくく見分けにくくなりそうだったらマーカーで、ここから鎖を編んでいくので、ここまで編んでいきます。で、マーカーのところにも細編みをします。次から鎖編み、まず1つ目、この1つ目の鎖にマーカーをつけておきます。後で鎖を編んでいくとこの鎖が小さくなって見えにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。これは表でも裏でも大丈夫です。私は裏に細編みをしていくので、裏にマーカーをつけました。ここから2つ目、3つ目、4つ目、5つ目と編んでいきます。長さは作りたいストラップの長さになるまでしばらく編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように気をつけて編んでいきます。で、細編みで一周してきました。最初の細編みに
引き抜きます。次はストラップを作っていきます。ストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。まず平らにしておおよその脇の位置にマーカーをつけます。こっちも次に数を数えて同じ数になるようにします。で、好みの位置にマーカーをつけます。私の場合は端から9センチ、こっちも9センチで、間は13センチ。細編みの数を数えていくと16、22、16、こんな感覚でマーカーをつけました。だいたいこれぐらいで大丈夫だと思います。次は鎖一つで細編みをしていきます。次ももし見分けにくくなりそうだったらマーカーで、次もこのまま一つに一つの細編みで、ここから鎖を編んでいくので、その手前まで編んでいきます。マーカーのところにも細編みをします。次から鎖編み、まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。後で鎖を編んでいくとこの鎖が小さくなって見えにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。これは表でも裏でも大丈夫です。私は裏に細編みをしていくので、裏にマーカーをつけました。ここから2つ目、3つ目、4つ目、5つ目と編んでいきます。長さは作りたいストラップの長さになるまでしばらく編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように気をつけて編んでいきます。鎖編みをしてきました。私は48センチにしました。鎖の数は75。好みの長さになったら、次は細編みでつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。ここも後で小さくなって見えにくくなるのでマーカーをつけておきます。マーカーのところに細編みでつなぎます。この時の位置は鎖編み、長い糸でマーカーのところで、前から向こう細編み、これでつながりました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、マーカーのところにも細編み、次は鎖編み、マーカーのところに細編みでつなぎます。で、このスタートしたところ、ここに引き抜いて鎖一つで、またこの鎖の根元、ここまで編んでいきます。
反対側も鎖輪で引き抜いて鎖の根元まで来ました。ここではカーブにするために今鎖の出ている細編みの両脇から糸を出して2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はこのマーカーのついた1つ目の鎖、次は鎖、私は裏返して裏に細編みをしていきます。これが1つ目の鎖、これを一度に引き抜いて、これでカーブができました。次から一つずつ細編みをしていきます。これを繰り返して次の鎖の根元、ここまで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。またここでも鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。まずこのマーカーのついている鎖、次はここ、次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつこのまま細編みを続けて、この鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここから糸を出して一度に引き抜きます。で、鎖編み、また鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここから糸を出してぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。鎖の上に細編みを編んできました。これが最後の細編み。最後は針で糸始末をします。で、少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。で、これが一つ目の細編み。この隣に針を入れます。1、2、手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、裏、大きさを揃えます。あとはほどけないように行ったり来たりして糸端を隠します。
最後にこの内側を細編みで一周します。一周すると丈夫になるのと見た目が整います。ここら辺から始めていきたいと思います。内側の2本の糸の下で新しい糸引き出して鎖1つ、根元に細編み、この糸端は編みくるんでも大丈夫です。これが1つ目の細編み。見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。ここに2本の糸の下。次はこの段の端。次は角。こことここで2つを1つにします。まずここから糸を出して、次はここ。一度に引き抜いて、これでカーブができました。次から1つずつこのまま次の角まで、ここでまた2つを1つにします。ここまで編んでいきます。で、次の角まで来ました。またここではこことここで引き抜きます。まずここ、次はここ、この段の端、次から1つずつこの段の端、次はここ、2本の糸の下、細編み、次はここ、全部一つに一つの細編みでここまで戻ってきます。内側を一周してきました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。針で糸始末をします。さっきと同じです。最後の細編みから糸を抜きます。で、一つ目の隣、最後の細編み、上からで大きさを揃えて、あとは裏で隠します。さっきと同じです。これで出来上がりました。ストラップは肩にかけられる長さ。細めのストラップにしました。透かし模様なので
こっちと印象が合うと思っています。透かし模様なので少し小さめに見えると思うんですが、実際は30センチの26センチ。たっぷりと物が入ります。模様もとても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。横幅30センチ、縦は26センチ、ストラップは48センチ、使った糸は 120g。 このレースの糸が3玉、コットンの方は2玉。ちなみにこのレースの糸は 22g 入っていました。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。